どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。他の追随を許さない圧倒的な力を持ち、第11回全日本大会を制し、第2回世界大会で優勝。その勢いのまま身につけた左中段回し入れで一本勝ちの山を築き、決勝まで至った第12回全日本大会でしたが、そこで三平刑事の秘密兵器、左の内股蹴り、そのカウンターの連続により足を利かされてしまい、崩されてしまい、残念ながら準優勝となった中村誠。続いて出場した第13回全日本空手道選手権大、やはり左の中段回し蹴り一発で効かせ、得意の左正拳から右下突き、そして左中段回し蹴りのフォロー、最後は後ろ回し蹴りで相手を回転させるような勢いでマットに叩きつける。続いての戦いも左中段回し蹴りからの左正拳、さらに右正拳がさえ渡り、そこで間合いを図っての左中段回し蹴りを連打、それが次々と決まり、最後は左の三日月蹴りで圧巻の一本勝ち。4回戦まで全て本戦で退ける圧倒的な強さで勝ち上がり、準々決勝で相対するのは後の第16回全日本大会で準優勝に輝く竹山晴友。開始早々から連打してくる竹山晴友の攻撃を軽くいなし、そこから一発一発見事に腰と体重が乗った左正拳と右下突きで主導権を握ってしまいます。そこからの左中段回し蹴りがガードの上からでも強烈無比にして、膝蹴りで体がくの字に回る。左正拳のカウンターで体が吹っ飛ぶ。右下突きで場外に叩き出し、追撃の右正拳突きで相手の体は半回転。その間にも左中段回し蹴り、左前蹴りが腹に食い込み、完全なる制空権を確保。一瞬でもガードが下がろうものなら左上段回し蹴りが顔面を襲う。準決勝は当時のパンフレットで驚異のブルファイターと紹介された。前回大会でも準々決勝で後の世界王者松井明義と死闘を繰り広げた空手歴3年21歳の大学生、わずか身長165センチにして体重80キロの白石正幸。体重差は驚きの 1.5 倍以上に上ると言われ、当時の記事によると誰もが木っ端みじんに粉砕されると予想していたといいますが、やはり中村誠は左正拳、右下突き、左中段回し蹴りの猛攻を仕掛けますが、白石正幸は下がらない、ひっくり返らない。打ち返してくるところに中村誠はさらに奥襟を掴んでの膝蹴りをぶち込みます。耐える白石、打ち込む中村。壇上には目を見張るような緊張感がみなぎる。誰もが手に汗握る戦いは、しかしやはり中村誠のパワー、そして技の多彩さ、前のコントロール術が勝り、膝を頭部に何度も打ち込む。そこからの左中段回し蹴り、膝蹴りで場外に叩き出し、最後は正拳突きのラッシュを見せ、さすがの格の違いを見せつける結果となりました。決勝は5度目の対決、三平刑事。そのうちの3度は勝っているとはいえ、直近の戦いは敗北の浮き目を見ているだけ。星を取り返したいところではありましたが、果たして壇上に上がる中村誠の表情は渋いものがあるように思われました。開始。しかし中村誠はすぐには襲いかからず、左の内股を警戒しているのだろうかと思われましたが、その左の内股が早速中村誠の左足を吹き飛ばす。なんという破壊力。体重差は40キロとも50キロとも
言われているという。しかし中村誠もそれをこらえて左右の下突きを打ち込んできます。無知のような三平形状の蹴りとバズーカのような中村誠の突き。三平刑事は完全に作戦。それに弟子取り、中村誠の攻撃に対してのカウンターの左内股を狙っており、そしてそれは完璧なる対策と言いました。前蹴りも左中段回し蹴りも的確に外され、下突きも正拳突きもかわされ、前蹴りもすかされ、前に出られずにいるところに今度は逆に三平刑事の猛烈な下突きの逆襲。あの中村誠の巨体が黒字の延長再延長でも流れを変えることができず、旗が向こうに2本上がる。その腹に無数の拳を浴びて4度の延長の末、つかみによる減点1も含めて5対0、ある意味完敗を喫することとなりました。翌年に開催された第14回全日本空手道選手権大会で4回戦まで順調に勝ち進んだといいますが、そこで第3回世界大会4位、第4回世界大会5位に輝く南米の星アデミル・ダ・コスタと激突。前バネの構えで距離を取る、ステップワークでタイミングを制し、長い手足による正拳突きで先手を奪い、そして下段中段から変化して顔面を襲うブラジリアンキックに大苦戦。蹴っても叩いても芯を外してすぐに反撃され、その軽やかな足さばきを捉えきれず、再三そのブラジリアンキックを顔面に浴びてしまい、延長2回目に突入。下段回し蹴りに勝機を見出しますが、残念ながらすね受けされ、アデミル・ダ・コスタは円を描きながら下段中段後ろ回し蹴りで反撃。最後はまるで投球とマタドールのような展開となり、体重差約2倍というアドバンテージを生かしきることはできず、判定3対0でまさかの敗退の決めを見ることとなりました。そして翌年の第15回全日本大会に中村誠は出場することは叶いませんでした。2年ほど前から痛めていたという手首をその夏、西日本大会での正拳によるブロック割り、しかも縛り用ではないブロックをという演武により5本の指の骨を支える袋が全て剥がれ外れてしまったからだという話です。三平記事の3連覇を見届け、中村誠は引退を決意したという。その後結婚式に大山抹殺を招きスピーチをお願いしたといいますが、そこで事件が起こったといいます。最近の君はだらしない。全盛期の君を知る私にはこれは悲しいことである。来るべき世界大会では剣道将来、ぜひとも皆が納得する成績を上げるように。今の君には新婚の蜜月より空手道の精進の方が大切である。世界大会までは盆も正月もない。叱咤激励、ここに極まれに済ませていいんでしょうかね。指物中村誠も言った館長も偉いけど、結婚っていうのも毎年するんだったらいいけど、食べ過ぎだ太り過ぎだ何が結婚だって言わんでもいいだろうと苦笑い。第3回世界大会に出場するにあたって第2回世界大会での様々な雑音、いわゆる大山総裁が語ったような相撲空手云々も耳に届いていたという。それを払拭するという意味でも中村誠は意気込んでいたといいます。年齢は31。それに加えて全日本大会最後の出場は4回戦敗退。前回全日本大会不出場。右手の回復具合は7割という不安のため、体重測定の時など1回戦が負けたらどうしようなどという弱気な発言も聞かれていたという話もあります。2回戦をペルーの選手を相手にほとんど試合にもならないような展開で
退いた迎えた4回戦。そこで中村誠は本大会最大の修羅場を迎えることになります。イギリスの黒豹マイケル・トンプソン。前回大会でアメリカのチャック・チズムと大変な激闘を繰り広げたジェフ・ホワイブローの愛弟子である。本大会においても飛び回し蹴りでの衝撃一本勝ちを飾り、次の世界大会では4位入賞する恐るべき名選手。その動きは華麗にして鋭く、ボクシングのモハメド・アリのような蝶のように舞い蜂のように刺す戦いの体現者。中村誠はじっくりとその割をステップワークで飛び回る。第14回全日本大会のアデミル・ダ・コスタを彷彿とさせるような展開。回し入りの打ち合いがお互い空振りを奪い、そこからまるで剣豪の立ち合いのような前の探り合いとなります。当たらない、蹴りが当たらない、届かないだというのに、トンプソンの突き蹴りは届き、会場は水を打ったような静けさに包まれ、場外ギリギリ中村誠の左中段回し入りをかわしざま、放たれた左上段回し入りが鼻先をかすめ、どよめく場内。マイケル・トンプソンの動きは中村誠の動きを完璧に予測理解し、もはや視覚として捉えているかのように完璧なものでした。全ての攻撃に対して合わせ返し、そしてカウンターが飛んでくる。延長開始早々初めて左下段回し蹴りが捉え、徐々にガードの上からとはいえ突き蹴りが当たり始める。しかしやはりガードの上、ダメージは与えられてはいないかもしれません。しかし一発の内股下段の合わせ、その体を転がせることに成功。だがそれ以降はマイケル・トンプソンのペースで試合が進められ、最後はパンチと連打を浴びて再延長。打ち合いとなる場面も見られるようになりますが、トンプソンもひるまずその目に似合わぬ剛腕で打ち返してきた。一瞬の隙を見せれば左上段回し蹴りが頭部を襲う。延長は3回目に突入。トンプソンは一瞬の飛び後ろ回し蹴りを狙ったり、中村誠もあまり見せない左足による奥足への下段を連打したりします。打ち合いも多くなりますが、鋼のようにそのボディは鍛えられているのか、マイケル・トンプソンは全くひるみません。ここで一旦主審含めて中村誠の3対0ということになりましたが、大山抹殺の待ったがかかり、試合は続行。異例の延長4回目。しかしそういった意味では延長2回を戦った時点である種体重測定に持ち込むべきではないかという話ではあると思うのです。打ち合いで突破口が見出せ、中村誠はそう判断し、戦いの正体、狙いは左下段回し蹴りに切り替えられたようでした。しかし少しでも隙を見せれば、今度はマイケル・トンプソンの左上段前蹴りが顎を貫いていきます。しかしそれにしてもマイケル・トンプソンの打たれ強さ、腰の強さ、体盤、パンチ力はいかれているというか、もはや超人の域に達していると言えるかもしれません。延長5回、引き分けはないというバランスというか、もっと早くすべきだったんじゃないか。最終判断が下突きでものすごいラッシュをかけてくるマイケル・トンプソンに対して、中村誠は左下段を連打。そのうちの一発が相手が足を上げたタイミングと重なり、足払いのような形となり、なぜかそれが技。同じようなことが繰り返されたように思われますが、今回はその判定となり、それが決定打となって延長5回の末、中村誠は判定勝利を手にすることになりました。中村誠はこの死闘により3年も4年もエネルギーがあり、試合感を忘れていたものを取り戻したと語ります。続く5回戦にミカエル・ソーデルクビスト、第12回全日本大会で
三平圭司と準々決勝で争い、入賞を果たしている選手にして、本部で修行をしていたということもあり、中村誠も何回もやり合い、実際本人曰く散々な目に合わせていたということで、この上なくやりやすかったと語り、左右の下段回し蹴りで攻めたり、右下突きにつなぎ、その繰り返しで終始圧倒しての勝利。準々決勝では2大会連続世界大会ベスト16に入っているアメリカのギャリー・クルゼビッツを下して上がってきたイギリスのデイブ・グリーブスを相手にほとんど試合にならないレベルに追い立て回し圧勝。この試合に関しては中村誠本人トンプソンと同じイギリスだというのに涙ぐんでるし、パンチの一発も打たないし、なんでこんな選手が準々決勝まで上がってきたのかなと語っていることでした。そして準決勝では第14回全日本大会以来の対戦である南米の星アデミル・ダ・コスタと対戦。しかしアデミル・ダ・コスタはその全日本大会で敗れた水口敏夫と3度に及ぶ延長でダメージを被っていたように、いきなりの左下段一発で体を黒字にへし折り、そこからの怒涛の政権、下突き、左中段回し蹴り、さらに右下段回し蹴りの連打も追加し、相手に全く何もさせない完勝に近いリベンジを決めました。決勝は6度目の対決、三平圭司。ここまで3勝2敗、首位を決するにふさわしい舞台と言えましたが、対戦相手の三平圭司は驚くべきことに、その時点で肋骨を5本折っていたといいます。試合前の控室はシャットアウトされ、痛み止めを6本打ってもらい、下手をすると肋骨が内臓に突き刺さり命を落とす危険があるという医者の警告の中、大会審議長の3分間に限って私の裁量で戦うことを認めるという中、それは行われたという。胸部保護のコルセットさえみっともないと外し、始まった戦いは肉弾、相打つ、死闘などという甘っちょろい言葉では到底表されるべきではないと思われ、本戦を引き分け、その戦う姿が心を動かしたのか、本来ありえなかった延長戦へと戦いが続き、そこで中村誠は永遠のライバル、共にその名を冠する3世時代を築いた三平圭司を4勝2敗と勝ち越すことで世界大会2連覇の大偉業を達成することとなりました。その道のりは決して平坦ではなく、本人の心も幾度もくじけたと言います。しかし迎えた大会において中村誠はまさしく無人の名を行くような勝ち上がり方を見せ、皆に与えられるようなキング・オブ・極真、その異様を見せつけたとも言えるでしょう。私はこれからも時代を作り、世を見せつけ、その強さを後世に語り継がせ、そのような名選手を皆様にお話しさせていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。